こんにちは。今日は、外国人とか日本語を勉強している人が、日本語の悪い言葉を使ってもいいかっていうことについてお話ししようと思います。っていうのも、僕、毎日いろんな国とかいろんな文化、いろんな言語を話す人と一緒に話すんですよ。それで、その時にたまに聞く質問があるんですけど、その質問っていうのが、外国人があなたの国の悪い言葉を使ってもいいと思いますかっていう質問なんですけど、この質問聞いた時にすぐにダメっていう人が結構多いんですよ。もちろんその質問、その英語を話す人だけじゃなくて、本当にアジアの言語、ヨーロッパの言語、アフリカの言語を話す人にもこの質問したことがあるんですけど、結構すぐにね、ダメっていう人が多くて、で、僕はその度に結構びっくりするんですよね。っていうのも、日本語では、僕の意見では別に悪い言葉使ってもいいと思うんですよ。もちろん悪い言葉話す必要はないと思うんですけど、別に話したかったら話してもいいんじゃないかなっていうのが、僕のこの動画の答えなんですね。もちろん他の言語は僕は全然わからないので、何もコメントできないんですけど、とにかく日本語については悪い言葉を使ってもまあ大丈夫なんじゃないかなって思うんですね。今日はそのことについてお話ししていこうと思うんですけど、最初に気をつけることは、どの言語でもそうだと思いますけど、しっかりとね、その言葉のインパクトを知っておかなきゃいけない、どんな時に使っていいかとか、コンテクストが大切だと思うんですけど、それが分かれば、そんなにタブーな使っちゃいけない言葉とかも日本語ではあんまりないかな。ま、ありますけど、そんなにないかなって思うので、今日はそれですね。それについてお話しします。で、最初のポイントなんですけど、この最初のポイントが一番大きいポイントですね。それは、日本語で悪い言葉ってそんなに悪くないような気がするんですよね。っていうのは、僕さっきそのいろんな人にこの質問、その外国人があなたの国の言語の悪い言葉使っても大丈夫ですかっていう質問をするんですけど、その時にその人の国の言語でどんな悪い言葉があるのかも質問するんですよね。どんなレベルかっていうことですね。その先生の前で言っちゃいけないとか、家族の前では絶対言えないとか、そういうレベルとかいろいろ聞いてて、で、そういう人たちの話を聞いて、で、それと日本語の悪い言葉比べると、そんなに日本語は悪くないような気がするんですね。もちろん僕は全部の言語分かってるわけじゃないので、もしかしたら間違ってるかもしれないんですけど、例えばこれ台湾の人から聞いたんですけど、中国語ではなんか喧嘩とかね、他の人を言葉で攻撃したい時に、その人を攻撃しないんですよ。もちろんその人を攻撃するんですけど、それよりももっとやばい言葉があって、それがその攻撃したい人の家族を攻撃する言葉があるらしいんですよね。僕あんまり詳しいことは分かんないんですけど、あるみたいなんですよ。でも日本語について考えた時に、そんなに悪い言葉がないんですよね。その一つの言葉とかセットフレーズで、あの攻撃したい人の家族を攻撃できる言葉っていうのが僕はあんまり思いつかないんですよ。もちろん辞書とか調べたらあるかもしれないですけど、一般的な言葉じゃないんですよね。みんな知らない。なので台湾の人が教えてくれた中国語の悪い言葉は、僕はそんな考え方、そんなこと考えたことがなかったなってびっくりしたんですけど、でもその後でちょっと Google で調べてみたんですよね。そのいろんな言語の悪い言葉みたいな調べてみたら、中国語だけじゃなくていろんな国、どの国かは忘れちゃったんですけど、いろんな国の言葉で、その攻撃したい人だけじゃなくて、攻撃したい人の、家族を攻撃できる言葉もあるって聞いて、そう考えると日本語ってあんまりそんなに悪い言葉がないんじゃないかなっていうのが、一つ目のポイントですね。って言ってももう一度ちゃんと考えてみると、日本語で一つだけその相手じゃなくて相手の家族を攻撃できる言葉があるんですよ。それが、お前の母ちゃんデベソっていうフレーズなんですけど、デベソっていうのはそのへそありますよね。そのへそがほとんどの人
のへそってその体の内側にあると思うんですけど、デベソっていうのは体の外側にへそが出てるっていう、出るへそ、デベソっていう言葉なんですけど、お前の母ちゃんデベソっていうフレーズがあるんですね。それはその辞書とか調べなくてもほとんどの日本人知ってると思うんですけど、それぐらいなんですよ。その中国語の家族を攻撃する言葉に比べたらめちゃくちゃ可愛いじゃないですか。お前の母ちゃんデベソで、しかも本当に相手のお母さんを攻撃したいっていう意味であんまり使わなくて、なんかもう今はジョークみたいになっちゃったんですよね。もうセットフレーズ、決まり文句みたいな感じなので、それを使ってもあんまり悪い意味にはならないんですよ。なのでね、その他の国の悪い言葉に比べると日本語は結構可愛いんじゃないかなって思いますね。で、2つ目のポイントなんですけど、日本語でね、悪い言葉を使うと、その自然に聞こえるっていうことが多いんですね。その自然に聞こえるっていうのは、使った方がいいっていうわけじゃなくて、別に使わない方がいいんですけど、使っても、自然に聞こえるっていうことですね。さっきちょっと話したんですけど、日本語の悪い言葉って、そんなに悪い意味がないんですね。つまりいろんな人が使うんですね。僕の先生も授業中になんかクソとか、僕のおばあちゃんもそういう言葉使うんですよ。もちろんその真面目な先生とか真面目なおばあちゃんはできるだけ使わないようにすると思いますけど、でも使ってもそんなに悪いイメージがないから、いろんな人が使うんですよね。つまり悪い言葉を使わなくても自然なんですけど、逆に悪い言葉を使っても自然になるっていう、この自然になる可能性が高いので、別にいいその正しいシチュエーションで悪い言葉を使えるなら使ってもそんなに問題じゃないかなと思います。とは言ってもその悪い言葉を使いすぎたらちょっとバカっぽくね聞こえちゃうこともあるので、やっぱり上手に使っていかなきゃいけないんですけどね。その例があるんですけど、その普通の会話、何もコンテクストがなくて普通の会話の時に「今日クソ暑いやん」とか「今日クソ寒いやん」っていうのはちょっとバカっぽいんですよね、僕にとって。別に普通の会話だからそんな悪い言葉使わなくてもいいんじゃないって思うんですけど、でも例えばその夏の日、その夏のめっちゃ暑い日、30度とか35度の時に友達から今日一緒にサウナ行こうって言われたら、今日こんなクソ暑いのに誰がサウナ行くねんっていうのは、自然だし、その変じゃないんですよね。バカっぽく聞こえないので、こういういいシチュエーションとタイミングで悪い言葉使ってみるのが、いい練習だし、自然に話すためにねいいんじゃないかなと思います。今日は外国人が日本語の悪い言葉を使ってもいいかどうかについてお話しさせていただきました。それでは今日もここまで見てくれてありがとうございました。バイバイ。